私が日本語学校の仕事を辞めた理由は好きじゃなかったからです。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。日本語の先生の静香です。今日もよろしくお願いします。最近はヨッシーと一緒にポッドキャストでいろいろ話していて、毎週月曜日の日本の朝7時にそれがアップロードされているんですけれども、ちょっと一人でもいろいろ話したいなと思って今、えーカメラを出してきました。皆さんは今もちろん日本語を勉強しているからこの YouTube を見ているし、そこそこ日本語がわかるからこのビデオを見てくれているかなと思うんですけど、どうやって日本語を勉強していますか？先生、チューターの先生がいますか？それとも日本語学校に行きましたか？一人でテキストで勉強しましたか？もしかするとアニメとかドラマだけで日本語が上手になった人もいるかもしれません。私は日本語の先生になってから外国ポーランドの日本語学校と日本の日本語学校とオンラインフリーランスの日本語チューター、日本語の先生3つの職場を経験しましたが、そのどれもにいいところもあるし悪いところもあるなと思っています。今日は皆さんに日本の日本語学校について少し紹介したいなと思っています。この動画を見ている皆さんの中にももしかしたら日本で語学留学ですね、その学生ビザをもらって語学学校に行きたいと思っている人がいるかもしれませんので、その話をそれについて話を今日はしたいなと思っています。じゃあ留学したいと思った時に皆さんもちろん学校を探すと思うんですけど、探し方は多分オンラインですね。インターネットで探すと思います。で、多分ジャパニーズ・ランゲージスクール東京とかジャパニーズ・ランゲージスクール京都、大阪とか入れてヒットした学校をいろいろ見て、一番お金とか、雰囲気とか場所とかいろいろな条件で学校を決めると思います。皆さんがどういうことを目標にしたいかでそこは少し変わってきますが、うーん日本で就職したいとか日本の大学に行きたいという人だったら、結構朝から夕方5時とか4時ぐらいまで本当に毎日勉強するシリアスな学校に行かないといけないと思うんですけど、例えば1年とかそれくらい日本に住んで、ちょっと学校にも行ってでも観光もしたいしいろいろ日本の生活を楽しみたいという人だったら、そうですね、そういうスケジュールで勉強できる学校を探した方がいいと思います。でも留学生ビザで日本に来るということは一番の目的はもちろん勉強することですから、遊ぶだけではいけません。あの私が働いていた日本語の学校では学生さんは午前のクラスか午後のクラスに分かれていて、うーんそれはそのレベルとかそういうので決められるので、基本的には自分で決められないんですけど、午前のクラスだったら朝の9時から昼の12時半くらいかなまでだいたい3時間ぐらいですね。もちろん休みの時間はあるんですけど、全部で3時間ぐらいです。3時間ぐらい月曜日から金曜日まで
平日は毎日学校に行って勉強します。で、午後のクラスだったら、お昼ご飯の後だから1時とか1時半とか、多分それくらいから4時半ぐらいまで勉強します。で、何を勉強するかというと、漢字のテストとか、そうですね、多分毎日小さいテスト、ミニクイズみたいなテストですけど、漢字のテストがあったり、言葉のテストがあったり、ボキャブラリーのクイズですね。そういうのが毎日ありました。書くことが結構多いですね。オンラインで勉強してる人は、あんまり書く機会が少ないと思うんですけど、学校に行くとたくさんたくさん書かされます。テストでももちろん紙とペンで書くし、宿題ももちろん紙とペンで書くし、あと、まあ、授業ですから先生がそのホワイトボードとか書いたものを学生は自分のノートに書かないといけません。あの日本語を書くことに慣れていない人はそれがすごく大変そうだなと私は思っていました。あとはリスニングの時間とか、もちろん話すこと、スピーキングの時間もたくさんありました。だからもしあなたがちゃんと留学生ビザを国からもらって日本語学校に行くなら、私は漢字は必要ないですから漢字は勉強しませんとかそんなことは言えないです。私はひらがなカタカナ読めなくてもたくさん話せますから大丈夫ですとか、そういうことも言えないです。書かないといけません、読めないといけません。それが当たり前です。結構厳しいです。はい。なのでもちろん続けていれば書くことも読むことも早くなるし上手になるし、すごく上達はしますけど、ひらがなカタカナを書いたり読んだりするのが大変で、最初でやめてしまう学生も時々いました。だからそういう勉強は必要ない人には日本の日本語学校は私はあまりおすすめはしません。そのポリシー考え方が自分と違うと思う人はあまり日本の日本語学校には行けないと思います。でももちろん日本語学校行ってて楽しいことってたくさんあります。まずクラスメイトができるので友達が簡単にできますね。でみんなで時々学校のイベントでみんなでどこかお寺とか美術館とかに行ったり、先生と一緒に何かゲームをしたり、そういうこともあるし、すごく楽しいと思います。でも厳しいことを言いますが、留学生ビザは勉強するために日本にいるということがもちろん基本なので、学校に来ないとあなたのビザをもう取り上げますと、もう日本から出て行ってくださいと言われますのではい、もちろん学校には来ないといけません。そうなると月曜日から金曜日までは毎日朝もしくは夕方学校に行くから、暇な時間、本当に休みの日は土曜日と日曜日だけですね。だから例えば私1週間北海道に旅行に行きたいです先生休みますとか、あんまりそういう自由なことはできないと思っていた方がいいです。はい。で最後に私が日本語学校を辞めた理由について話して今日は終わろうと思うんですけど、あの私が日本語学校の仕事を辞めた理由は、日本の日本語学校の教え方が好きじゃなかったからです。日本の日本語学校は全部日本語で教えます。それはもちろん日本語学校にいる学生はいろんな国の人がいるからですね。英語がわからない人もいるし、だからもちろん日本語学校では日本語を使って日本語を教えるんですが、私はそれがあんまり好きじゃありませんでした。私は今は英語で日本語を教えてるんですけど、オンラインで。
そうするともっと日本語がロジカルにわかると思うんですよ。例えば、ちょっと待ってね。これは何ですか皆さん。これは消しゴムです。はい。日本語学校だったら、これは消しゴムです。消しゴム、消しゴム、消しゴムです。こうやって覚えると思います。ああ、OK。これの名前は消しゴムです。終わり。でも私は、これは消しゴムです。消しゴムです。消しゴムですって教えるのはあんまり好きじゃなくて、私だったら、これは消しゴムです。消しは消します。消しますは英語で erase とか delete です。ゴムは英語で rubber です。だから、まあ、アメリカ英語とイギリス英語イレイサーとラバーね、はい、2つの言葉がここにありますね。だからこれは消しゴムですって教えてもらった方が、消しますっていう動詞も勉強できたし、ゴムはラバーだっていうのも分かったし、まあ普通にメイクセンスですよね。ああ、なるほど。だからこれは消しゴムですかって理解できるじゃないですか。だから私はそっちの方が勉強するときは面白いと思っていて、そういう教え方をしたいんですけど、まあ日本語学校では英語使っちゃダメなので、英語を使ってはいけませんから、そんな教え方はできなかったので、私はそれがすごく嫌でした。なんだろう、英語とか中国語とか韓国語でもいいんだけど、ちゃんともののその本当の言葉のロジックとか意味が分かったらもっと面白くなるのにっていつも思ってました。だから日本語学校の日本語で教えるやり方があんまり気に入らなくて、まあもうやめようと思ったんですけど、そういう勉強の仕方がすごくフィットする人もいると思いますし、反対にそういう勉強の仕方はまあ分かりにくいっていう人も絶対いると思うから、それは多分皆さんの勉強のスタイルとか、まあ好みタイプだと思うので、まあね、絶対こっちが正しいとか絶対こっちはおかしいとかそういうことはもちろん言えないですけど、もしあなたがその日本の日本語学校で勉強してみたいと思っているんだったら、どういうスタイルで勉強したいか、どういうことを勉強したいか、例えばちゃんと書けるようになりたいのか、漢字は必要ないと思っているのか、そういうこともちゃんと考えて日本語学校を選んだ方がいいと思います。はい。それで私は今は日本語学校の仕事は辞めて一人でオンラインで教えてるんですけど、日本語学校で学生の皆さんと会っていろいろ話すのはもちろん大好きでした。楽しかったし、いろんな人と知り合うことができてすごくいい経験になりました。それに今年オンラインの学生さんもアメリカとかヨーロッパからたくさん日本に遊びに来てくれて、一緒に京都とか大阪で会ってご飯を食べたり、ちょっと一緒に観光したりすることができて、それもすごく今楽しいです。それでやっぱり思ったのは、あのオンラインで話す、オンラインで勉強するのもすごく便利でいいんですけど、やっぱり直接会って勉強するのはすごく、まあ勉強しやすいし面白いなと思いました。皆さんも本当はオンラインじゃなくて日本人の先生とか日本人と直接会って勉強したいと思っていると私は信じています。でもやっぱり日本語学校に行くのは、日本の日本語学校に行くのはもちろんビザが必要で、時間もお金も必要だし、
漢字は別に勉強したくないし、たくさん書いたりすることも必要ない、そういう人はたくさんいると思います。そこで私は考えました。そこで今日本に旅行に来た人、日本語を勉強したい人に1日とか1週間だけとか日本語のレッスンを始めました。今は大阪とか京都で教えているんですけど、旅行に来て例えば京都に1週間泊まるから、朝の1時間だけ旅行で使える日本語を勉強しましょうとか、そんな感じですごくこう簡単に日本語が勉強できるような場所を作ったので、ぜひ皆さんにも会いに来てほしいなと思っています。ウェブサイトもあるので、もし興味がある人はぜひ見てみてください。一人で日本語話してるけど、来年日本に旅行に行くから、その時に日本人の先生とちょっとしっかり話す練習したいなとか、そういう皆さんリクエストがあれば、ぜひ私のところに来てもらえたら嬉しいなと思ってます。ウェブサイトぜひ見てみてください。今日はそろそろ終わりたいと思います。今毎週月曜日朝の7時にDJ ヨッシーとポッドキャストスタラジをやってます。私が全部考えてるんですけど、結構本当にいいスキット、勉強になるスキットがたくさんあるので、まだ聞いたことがないという人はぜひポッドキャストも聞いてみてください。私のおすすめはエピソード何か忘れたけど、訂正コレクトする時の日本語、例えば私はアメリカ人じゃなくて日本人ですとかそういうの、結構使えるかなと思うので、ぜひポッドキャストも見てみてください。では最後まで見てくれてありがとうございました。何か質問とか言いたいことがある人はぜひコメントに書いてください。ではでは、ポッドキャストもよろしくお願いします。またね。